ございます。ありがとうございます。小津さん、はい。今日のお掃除の現場、はい、どんな感じかちょっとお聞きしていいですか？はい。本日はですね、ワンルームタイプのお部屋に来ております。ご依頼主様ってはい、どんな感じですか？本日のご依頼主の方は、はい、30代男性の方でして、はい、まあもちろんここのお部屋からはね、次のところにお引っ越しされてるんですけども、はい、ただこのお部屋をやっぱりどうしてもお引っ越しされてるんですが、片付けないといけない、はい、要はお返ししないといけないと思うんですけども、はい、まあそれが4月末までということで、まあそれまでに、なんとかお片付けをしたいということで、はい、ご依頼をいただきました。何ですかね、結構多すぎて一人で手に負えないぐらいになってしまったって感じですかね。そうですね。もう実際これも家の中に来てるんですけど、はい、ワンルームにしては結構やっぱりこう玄関からパサーってあるんですけど、はい、まあこれはなかなか一人ではもう片付けできないですよね。そうですね。はい。大変だと思います。はい、今からちょっと向こうのお部屋まで行くんですけど、はい、なかなかやんわりしてるんで、はい、ズボズボ足はまります。はい、なのでちょっとみんなで注意しながらね、はい、履いていこうかなと思います。はい。よっこいしょ。いやー久しぶりやな。ワンルームで玄関からこんだけ積み上げてんの久しぶりですね。キッチンもこれそうもう多分使ってない。そうですね。これ上とかで履いてます？天袋中はもう、はい、ほぼほぼないですね。ラップとか、ラップかな、アルミかわかんないですけど、お皿が1枚。そうですね。もうだから全然使ってないんちゃうかな。ちょっと下はもう見れる状況ではないので、はい、また後で確認しようかなと思うんですけど、はい、まあ手前から結構本があったり、はい、なんか日用品ですよね。服があったり。はい。そしてトイレですかね。あそこトイレ。あんまり見れないと思うんですけど、はい。まあ多分ゴミを受けて入ってるのかな。はい。はい。行きましょうか。はい。よいしょ。足が刺さるんです。これもうお仕事から帰ってきたら結構大変ですね、入るまでに。そう。まあこういうコンビニ弁当の後とか、はい、でその辺に今置いてる状況で、はい、絶対足に触れると思うんで危ないですし、はい、崩れてくるんで、はい、すごいな。山積みですね。山積み。結構歩きにくいですね。ほらもうやるか。足が刺さる。もたさんそれ膝まで座ってますしね。多分このねもうメインとなる僕の部屋に来たんですけど、はい、ゴミ結構やっぱ山積みですね。はい、でこう見てると、まあ袋に結構面倒のね、はい、食べかすとか、はい、こういうトレーとか入れてはるんですけど、はい、それがもう僕のおそらくですけど、はい、顔あたりまで積み重なってるんで、そうですね。まあぼちぼちやっぱりゴミはありますね。はい、これちょっと見てもらえますか。はい、ここにもやっぱりこういううどん、カレーうどんですかわかんないですけど、こういうのが残ってたりするとやっぱこういうところから匂いが上がってきてるんで、はい、若干やっぱ匂いはそうですね。今もしてますね。ちょっとしますね。うん、もう廊下もいっぱいでしたけど、お部屋の中ももう足の踏み場ないですね。もちろんないです。この部屋でリラックスでどうされてたかお聞きしてますか？そうですね。朝のお客様に確認したんですけども、はい、これね、はい、ゴミ屋敷のあるあるって言ったらあるんですけど、はい、やっぱり絶対自分のこのスペースっていうのが大体あるんですよね。はい、でここ今僕すいません布団の上に、はい立ってるんですけど、はい、でまあ本当に雑魚寝というかできるかな。今ちょっと座ってみるんですけど、よいしょ。こんな感じで。はい、足もあそこ伸ばせれるんで、はい、結構窮屈そうですね。窮屈っすね。なんで多分ここでリラックスして、はい、で多分自分の寝る周りは極力綺麗にしてるんですよ。はい、っていうのがこういう本を置いたり、はいしてるので、はい、今すごい気持ちになってるんですけど、まあ、ここでこう本を読んだり、はい、おそらくもう一緒にここで
飲食もしてるんじゃないかなと、はい、飲んだやつはそっちに奥投げる、はい、食べたやつはこっちに置いてある、はい、一応部屋の中で簡易的に分別してるって感じですか？そう、分別はしてるんです。ペットボトル、はい、弁当のトレイとか、はい、そっちに置いてる感じですね、はい、すごいなここだけ分別されてるってことは結構あれですかね、しっかり分別とかされてたんですかね。まあお部屋は10年ぐらい住まれてたと、はい、でこの状況っていつからなったのって言ったら、はい、ここ最近2年ぐらいらしいんですよね、はいはい、何かあれですか、環境が変わったりとか、まあ、そうお仕事で、はい、転職かな、はい、お仕事、要は職場が変わって、はい、2年間でこんな感じになったと、はい、まあ確かに職場が変わると結構ね、いろんなね人間関係とかも出てくると思うんですけど、はいはい、まあ、ということは2年前では2年以上前はきれいにされてたってことですよね、はい、ここまで袋に詰めて、はい、あとは出すだけやのに、はい、っていう条件のに出せなかったってことは、はい、本当にしんどかったかなと、はい、精神的に、ね、感じられます。はい、はい、うわ、めっちゃ汁垂れてるわ。これ本棚かな、ここ。あ、本棚や。本棚あるわ。はい。コンポリサイクルですか？そうですね。状態も結構綺麗な。はい。入ってるな。でもなんか層が変わってきましたね。そうそうそう。もう俺ペットボトルしか見てないもん。これ玄関のこれやな。あ、そう行き止まりやった。一回出していいですか？作業開始から1時間経ちまして、お昼時12時今もう半前なんですけども、一旦ここでお昼休憩させてもらいます。お願いします。はい、ということで、お昼から帰ってきました。引き続き作業開始したいと思います。お願いします。今は何してあるんですか？今ですか？再度お客様に確認いたしまして、残すもので窓際に結構服が出てきたので、それを一旦弊社の段ボールに詰めていってお客様に確認していただきます。はい。ゴミ屋敷ってね、はい、結構この部屋の区切りが分からないぐらい全体にゴミがあるじゃないですか。はい、そこから区切りが落ちてどうやって決めるんですか？まあでも基本は動線やっぱり確保しちゃいまして動線から行くんですけど、例えば今日みたいにここにまとまってるものとかここに何が固まってるわって分かったら多分そっちの方がやりやすいっていうか、こんな感じで紙とかコンビニの袋とか混じってるよりかはちょっと先にした方が、やりやすくなってくるので、こんな感じでちょっといろいろ現場によって変わってくるんですけど、まず基本やっぱり運ぶ動線からやって、あとはメインとなるところがどんな状況かを判断して
うわー、もうこれ持ってたわ、中学の時。ペットボトルなくなったらだいぶ楽になりました。そうですね、こんだけ本でできてるんで。マヨネーズ巻き。お疲れ様でした。ただいま作業が終了いたしまして、もう一度おさらいなんですけども、今日作業人数がまず4人でやりまして、で結局かかった時間でいうと4時間かかりました。で、ワンルームの飲み屋敷で、本当にあるあるなんですけども、いろんなものがあって、一番多いのがやっぱりトレー、お弁当の食べた後の容器だったり、一番多くて、その次にペットボトル。弊社が使っている袋、90リッターの袋なんですけども、大体50本から60本入るんですけども、約50本として計算して、大体15袋ぐらい。だから計算すると、750ぐらい。そんだけど、ペットボトルがこの部屋から出てきてます。で、プラス、いろんな層があって、これ、ペットボトル、缶もあり、ビニールもあり、その下に本がありました。今漫画本ですね。それも大体引っ越しでよく使うような段ボールの大きさが何箱ぐらいかな、10箱ぐらい。何冊入るかちょっと確認してなかったんですけども、まあな量この部屋から出てきました。ここの要は現場所なんですけどね、京都の一番北の遠いところ、片道今日ちょっとハプニングがあって高速道路通行止めになってしまって2時間半ぐらいかかったんですよ、片道で。またこれ今から終わったんで帰るんですけども、そんなところまで実ご依頼を受けて送らせてもらって、なんとか今終わることができました。朝も確認したんですけど、冷蔵庫、洗濯機はもちろん残して、あと言ってたスイーツと肩シャツかな、あとチャージで、そういうのを全てさせていただきました。で、ところどころね、これどうしよう、ああしようって僕らのスタッフがやるところは随時お客様に確認して、例えば服、やっぱり全部残しておいてほしいとか、あとは事業処理とかね、出てきたんで確認したら置いといてほしいということで全て受けておいております。お客様は立ち会いとかされるんですか？そうですね、もちろん最初にご確認いただいて、正直悩みが状態でいた状態なので、皆さんを確認していただくんですけども、その時にもおすすめはですが、その確